皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は北海道の札幌市について紹介するわね。北海道の道庁所在地で、約197万人が暮らす大都市だな。わあ、北海道で一番大きな町よね。そうだぜ。雪祭りやラーメン、ジンギスカンで有名だけど、実はもっと奥深い魅力がたくさんあるんだぜ。楽しみね。それじゃあ早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。まずは札幌市の基本情報から見ていこうぜ。人口はどれくらいなの？約197万人だぜ。これは北海道全体の約3分の1以上を占めているんだ。北海道の3人に1人は札幌市民なのね。そうなんだぜ。面積は121.26平方キロメートルで、かなり広いんだ。どれくらい広いの？東京23区の約2倍の広さだぜ。でも人口密度は1平方キロメートルあたり約1760人で、大都市の中では比較的ゆとりがあるんだ。なるほどね。アクセスはどうなの？新千歳空港から札幌駅まで JR で約40分、飛行機なら東京から約1時間30分だぜ。意外と近いのね。隣接する市町村は、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、石狩市、当別町、小樽市、伊達市など、たくさんあるんだぜ。次は札幌の歴史について見ていこうぜ。札幌って、どういう意味なの？実は、アイヌ語の、札、ポロ、ペ、が由来なんだぜ。札、ポロ、ペ。乾いた、大きい、川、って意味で、現在の豊平川を指していたと考えられているんだ。へえ、川の名前だったのね。そうなんだぜ。豊平川は昔、流路が不安定で、水量が少ない時期には川床が露出して乾いた状態になることが多かったらしいんだ。だから、乾いた大きな川、なのね。自然の様子をそのまま名前にしたのね。そういうことだぜ。本格的な開発が始まったのは1869年、明治2年のことだな。明治時代からなのね。開拓使本部が札幌に置かれて、本格的な都市開発が始まったんだぜ。アメリカ人技師のホレス・ケプロンが都市計画を立てたんだ。外国の人が関わってたのね。そうだぜ。だから札幌の街は5番の目状に整備されていて、とても美しい街並みなんだ。確かに、札幌の地図を見ると、道がまっすぐでわかりやすいわよね。1876年には札幌農学校が開校したぜ。これが後の北海道大学になるんだ。あ、少年よ、大志追いだけ、のクラーク博士がいた学校ね。よく知ってるじゃないか。クラーク博士は初代教頭で、わずか8ヶ月しか滞在しなかったんだけど、大きな影響を残したんだぜ。たった8ヶ月なのに、今でも有名なのね。1922年8月1日に市制が施行されて、正式に札幌市になったんだ。じゃあ、市制100周年を過ぎたところね。そして1950年、大きな転機が訪れるんだぜ。何があったの？札幌雪まつりが初めて開催されたんだ。最初は地元の中学生と高校生が6つの雪像を作っただけの小さなイベントだったんだぜ。今はあんなに大規模なのに、最初は6つだけだったの？そうなんだぜ。そして1972年、札幌オリンピックが開催されたんだ。これは日本初、そしてアジア初の冬季オリンピックだったんだぜ。すごいじゃない、歴史的な大会だったのね。この年に札幌市は政令指定都市に移行して、さらに発展していったんだぜ。それじゃあ、札幌の観光スポットを見ていこうぜ。札幌といえば、やっぱり時計台よね。札幌時計台だな。正式には、旧札幌農学校演舞場って言うんだぜ。演舞場？体育館みたいなものなの？そうだぜ。もともとは札幌農学校の体育館として1878年に建てられたんだ。時計は後から設置されたんだぜ。へえ、最初から時計台だったわけじゃないのね。がっかり名所って言われることもあるけど、実は国の重要文化財なんだぜ。がっかり名所って失礼ね。歴史的価値があるのに。周りがビルに囲まれてて、思ったより小さく見えるからそう言われるんだけど、建物自体は素晴らしいんだぜ。次はどこ？大通公園だな。札幌の中心部を東西に貫く、全長約 1.5km の公園だぜ。わあ、長いのね。もともとは下防線として作られた空間なんだけど、今では市民の憩いの場所になってるんだぜ。雪祭りのメイン会場にもなるんだ。なるほどね。他にも見どころはあるの？北海道庁旧本庁舎、通称、赤レンガ庁舎、だな。1888年に建てられたアメリカ風ネオバロック様式の建物だぜ。赤いレンガ造りの建物ね。写真で見たことあるわ。国の重要文化財にも指定されてるんだぜ。そしてすすきのは、日本三大歓楽街の一つと言われてるんだ。
夜の街ね。ラーメン横丁もあって、グルメも楽しめるぜ。あと、札幌市丸山動物園もおすすめだな。動物園もあるのね。ホッキョクグマやレッサーパンダが人気なんだぜ。定山渓温泉も札幌市内にあるんだ。温泉も札幌市なの？札幌の奥座敷って呼ばれてて、市の中心部から車で約50分の場所にあるんだぜ。紅葉の名所でもあるんだ。街も自然も両方楽しめるのね。他にも、イサム、野口がデザインした燃えれ沼公園や、札幌ビール博物館、白い恋人パークなんかもあるぜ。見どころがいっぱいね。一日じゃ回りきれないわ。さて、お腹が空いてきたところで、札幌グルメを紹介するぜ。やった、これを待ってたのよ。まずはなんといっても札幌ラーメンだな。味噌ラーメンよね。そうだぜ。札幌ラーメンといえば味噌味が定番なんだ。濃厚な味噌スープに、縮れた太麺が特徴だぜ。想像しただけでよだれが出てきそうだわ。すすきののラーメン横丁には、たくさんの有名店が集まってるんだぜ。次は何？ジンギスカンだな。羊肉を特製のタレで焼いて食べる北海道の名物料理だぜ。羊ね、私も食べてみたいわ。札幌ビール園のジンギスカンは特に有名で、観光客にも大人気なんだぜ。ビールと一緒に食べたら最高ね。そして忘れちゃいけないのが、スープカレーだぜ。スープカレー？普通のカレーとは違うの？サラサラとしたスープ状のカレーで、大きめの野菜やチキンがゴロゴロ入ってるんだ。1970年代に札幌で生まれた比較的新しい料理なんだぜ。へえ、札幌発祥なのね。今では札幌のソウルフードとして定着してるんだぜ。市内には200店舗以上のスープカレー専門店があるんだ。そんなにたくさん？特産品も充実してるぜ。まずは、白い恋人、だな。北海道土産の定番よね。石屋製菓が作ってるラングドシャクッキーで、ホワイトチョコレートが挟まってるんだぜ。白い恋人パークという工場見学施設もあるんだ。工場見学もできるのね。他にも、札幌木っていう玉ねぎがあるぜ。明治時代から作られている伝統野菜なんだ。玉ねぎも名物なのね。甘みが強くて、幻の玉ねぎとも呼ばれてるんだぜ。札幌ビールも忘れちゃいけないな。ビールも札幌が発祥なの？開拓市ビール醸造所として1876年に創業した、日本最古のビールブランドの一つなんだぜ。歴史があるのね。札幌は本当にグルメの宝庫だわ。次は札幌の文化とイベントを紹介するぜ。札幌といえば、やっぱり雪祭りよね。そうだな。札幌雪祭りは毎年2月上旬に開催される、札幌最大のイベントだぜ。どれくらいの規模なの？大通会場、すすきの会場、津ドーム会場の3つの会場で開催されて、国内外から200万人以上の観光客が訪れるんだぜ。200万人。すごい人気ね。巨大な雪像や氷像が並ぶ光景は圧巻だぜ。プロジェクションマッピングも使われて、とても幻想的なんだ。一度は抜けぬたいわ。春になると、5月下旬には、札幌ライラック祭りが開催されるぜ。ライラック？札幌の木に指定されているライラックの花を楽しむイベントなんだ。大通公園や川下公園で開催されるぜ。春の訪れを感じられそうね。6月上旬には、よさこいソーラン祭りがあるぜ。聞いたことあるわ。踊りのお祭りよね。高知県のよさこい祭りと、北海道の民謡ソーラン節を融合させた、札幌発祥のお祭りなんだぜ。約270チーム、2万7000人が参加する大規模なイベントだ。そんなにたくさんの人が踊るのね。夏は7月下旬から8月中旬に、札幌夏祭りが開催されるぜ。夏祭りは何をするの？大通公園に約1万3000席のビアガーデンが登場するんだぜ。日本最大級の規模なんだ。わあ、夏はビールが美味しいわよね。北海盆踊りも開催されて、市民や観光客が一緒に楽しめるんだぜ。秋のイベントもあるの？9月には、札幌オータムフェストが開催されるぜ。北海道各地の美味しいものが大通公園に集まるんだ。食欲の秋にぴったりね。そして冬は11月下旬から3月中旬まで、札幌ホワイトイルミネーションが開催されるんだぜ。長い期間やってるのね。日本で最初に始まったイルミネーションイベントなんだぜ。大通公園や駅前通りが約50万個の電球で飾られるんだ。ロマンチックね。季節ごとに楽しめるイベントがあるのね。札幌は一年中楽しめる街なんだぜ。最後に、札幌市の現代の取り組みについて紹介するぜ。どんなことをしてるの？まず、環境に優しい街づくりを進めてるんだぜ。札幌未来創生プランという長期計画で、2050年までに温室効果ガス実質ゼロを目指してるんだ。
環境問題にも取り組んでるのね。地下鉄や路面電車などの公共交通機関も充実してるし、冬季は地下歩行空間が発達してるから、寒い時期でも快適に移動できるんだぜ。地下で移動できるのは便利ね。あと、札幌市は、創造都市札幌を掲げて、文化芸術やクリエイティブ産業の振興にも力を入れてるんだぜ。どういうこと？ 2013年にユネスコ創造都市ネットワークのメディアアーツ都市に認定されたんだ。デジタル技術を活用した芸術や文化の振興を進めてるんだぜ。すごいじゃない。国際的にも認められてるのね。それから、冬季オリンピックの経験を活かして、ウィンタースポーツの振興にも力を入れてるんだぜ。雪を生かした街づくりね。雪対策も世界トップレベルなんだ。除雪システムや融雪技術、雪冷熱エネルギーの活用など、先進的な取り組みをしてるんだぜ。雪国ならではの技術ね。人口は増加傾向にあるけど、少子高齢化への対応も重要な課題なんだぜ。子育て支援や高齢者福祉の充実を図ってるんだ。未来に向けて頑張ってるのね。というわけで、今日は札幌市について紹介したわ。歴史ある開拓都市でありながら、近代的な大都市に成長した札幌。雪祭りやグルメ、自然と都会の調和が魅力的だったな。私も札幌ラーメン食べてみたくなったわ。そうだな。ジンギスカンもスープカレーも美味しそうだったぜ。皆さんは札幌に行ったことありますか？おすすめのスポットやグルメがあったら、ぜひコメントで教えてくださいね。札幌市の公式サイトには、もっと詳しい情報が載ってるから、興味のある人はチェックしてみてくれ。この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録もお願いします。次回もお楽しみに。したっけね。